皆さんこんにちは。ジャパニーズボッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。今回はね、こうやってカメラをオンにしてエピソードを撮っていこうと思います。もしね、今までこのチャンネルって AI の音声かなとか、どんな人が喋ってるんやろって思ったことがねあると思うんですけど、どんな人が喋ってるんだろうっていうのが気になる方は、ぜひ今回は YouTube の動画で見ていただけたらなと思います。で、今後毎回こうやってカメラをオンにしてエピソードを撮っていくかはちょっとまだ決めていないんですけど、たまにはね、こうやってこんな人が喋ってるよっていう感じでエピソードをお届けできたらなと思います。ではですね、今回は美容について話していこうと思います。美容って聞くと皆さんは何を思い浮かべますか？髪の毛とかヘアサロンに行ったりっていうのもあるし、こういうメイクとかスキンケアもあるだろうし、私は今何もしていないんですけどネイルとかもあるだろうし、あとはマッサージとかこうエステ、いろいろね、そういうのもあると思います。こうビューティーインダストリーとか美容業界っていうかな、美容業界とか本当にいろんな美容方法があると思うんですけど、今回はそれらについてこう全体的に軽く触れていこうかなと思います。で、これは本当に私の個人的な意見にはなるんですけど、私とか私の周りの人はこういう美容をやってる人が多いとか、こういうのに興味がある人が多いなっていうのもね、ちょっと話していこうかなと思います。で、そうですね、もう今回はその美容の話になるので全く興味がないっていう人もいるかと思うんですけど、そういった方は日本語を学ぶチャンスだと思ってぜひ聞いてもらえればなと思います。で、普段から美容に興味があっていろいろスキンケア頑張ったりいろんなケアを頑張ってるって人は、皆さんの美容の秘訣とか Tips などもあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。では、大きく分けてスキンケアとかメイク、スキンケアについてと、あとは髪の毛ですね、ヘアサロンに行ったりとかあると思うんですけど、そういうのについてで、あとはネイルですねと、私が最後に毎月とか2ヶ月に1回ぐらい必ずやっているものがあるので、それについて、お話ししていこうと思います。ではですね、まずはスキンケア、肌ですね。スキンケアのことから話していこうと思うんですけど、皆さんは何かスキンケアのルーティーンとかありますか？朝のスキンケア、夜のスキンケアと、こう2種類ね、使い分けてるって方もいるだろうし、もう必要最低限、化粧水塗って乳液塗ってみたいな感じでやってる人もいるかなと思います。またはもう一切何もしないっていう人もいるかと思います。で、私個人的な意見ですけど、日本人、特に女性はやっぱりめちゃめちゃこだわってる人が多いと思います。スキンケアにこだわっていたり、どんな商品、どんな製品を使うかっていうのにもすごくこだわっていたり、その業界、スキンケアの業界とかもどんどん大きくなっていってるってことは人がいっぱいお金を使っているってことなので、興味があったりそこに時間とお金をかける人がものすごく多いと思います。でですね、私はスキンケアルーティンはあります。めちゃめちゃこだわってるわけではないんですけど、朝と夜は少し違います。で、朝起きたらまず顔を洗って、で、その時泡でね、私はちょっとオイリー肌って言って、油がすごく出てくるスタイル。あとはテカテカする。こう普段生活していて汗をかいていなくても鼻とかここら辺がすごくテカテカテカる、そういう肌質なので、私は朝起きたらまず洗顔して、そういうオイリーなもの、そういったものを一回排除して、で化粧水塗って乳液塗ってですかね。たまに美容液を塗ったりもするんですけど、それは本当に日によって違います。そうですね。朝は結構シンプルなものが多いです。その後こうやって化粧をしたりメイクをしたりするので、たくさんいろんなものの顔にのせると、その後の化粧が崩れるって言って、メイクがこう汚く見えたりするので、朝はシンプルな、本当に化粧水をこう2回とか3回塗って、その後にクリームとか乳液、保湿するものを塗って
終わりです、基本的には。で、そうですね。その後メイクしてっていう感じで。で、夜なんですけど、夜はまずメイクを落として、その後に洗顔して、こう2回顔を洗うんですね。ダブル洗顔って言うんですけど、メイクをしてる人はメイクを落としてから洗顔をして、で、その後に私は結構パックをします。シートマスクってこう顔の上に乗せるものがあるんですけど、そういうパックをします。毎日ではないですけど、週に3回ぐらいはするかな。そのぐらいパックをします。で、そのパックもいろいろあるので、これがめちゃくちゃいいっておすすめできるものは少ないというか、本当に人によって何がいいか、何が合うかっていうのも違うので、あまりおすすめしてこれ使ってみてっていうものはないんですけど、そうですね、シートマスクをして、で、その後に乳液を塗って、クリームを塗って夜は終わりです。なので多分私はよくね SNS とかで見るいろんな商品塗りまくってる人、そういう人に比べるともうめちゃめちゃシンプルだと思います。でそのシンプルな理由も、私はもうすごくニキビができやすいし、すごく肌が元から荒れやすいんですね。もうちょっとなんか刺激がガーって刺激が来ただけでもうすごく肌が荒れてしまう、そういうタイプなので、できるだけシンプルにもう簡潔に終わらせるみたいな感じでやっています。で、皆さんはどうですかね、スキンケアこだわっていますか？この化粧水を塗って、この美容液を塗って、このセラムを塗って、パックをして、などなどいろいろあるかと思うんですけど、まあ私が思うに、スキンケアの前にまず一番大事なことは食事、睡眠、運動。もうこれをしていれば、まあスキンケアなくていいとは言わないですけど、この食事、睡眠、運動、これがもうベース。それをまずきちんとしていなかったら、スキンケアも意味がないんじゃないかなって思います。で、私もね、この3つをきちんと、規則正しくできているわけではないので、毎日、もうちょっと改善しなって思いながら生きているんですけど、そうですね。まずは食事、睡眠、運動。これをした上で、さらに自分の肌質に合ったものを選ぶのが大事かなと思います。で、今までスキンケアとか美容とか全く興味がなかった人は、自分がどんな肌質なのかもわからないし、どんな商品を使ったらいいのかもわからないっていう人も多いと思うんですけど、例えば私みたいなすごくニキビができやすい人は、使うものはちょっとサラサラしたもの、オイルが少ないものを選ぶといいと思います。で、大体その商品、化粧水とか乳液とかも、敏感肌用、オイリー肌用、脂性肌用っていうんですけど、脂性肌用、乾燥肌用、顔がすぐパリパリして水分が少ない人、乾燥肌用っていうのも書いてあるので、まあ、それに合わせて選ぶのがいいんじゃないかなと思います。で、もうね、本当にスキンケアの商品って溢れてますよね。もうやめてくれって言いたくなるぐらい、毎月毎年新しい商品が出て、これがいいよ、あれがいいよってもう本当にわけわかんなくなると思うんですけど、自分の肌質を知っていれば、それに合ったものを選ぶことができるので、そこがまず第一ステップかなと思います。で、もしね、皆さんの中でも、もうスキンケアめちゃめちゃこだわってる、すごく時間をかけているっていう方がいたらね、おすすめの商品とかあればぜひコメント欄で教えてください。肌質に合う合わないはあるんですけど、まそうですね、私は少し興味があるので、もしよかったら教えてください。えー、そうですね、スキンケア。私はこだわっているほどではないけど、ちゃんと自分のやった方がいいことみたいな。これは使った方がいい。こういうのは使わない方がいい。みたいなのは、ちょっとずつ勉強して、知識は溜まってきたんじゃないかなって思います。で、そうですね。日本全体で言うことはできないんですけど、多分日本人の女性の方特にですね、はめちゃめちゃこだわっている人が多いかなと思います。そこにたくさんお金を使っていたり、時間を使っていろいろ勉強したりっていう方も多いと思います。で、最後にもしスキンケアにも一切興味がないし、別にそこにお金も使いたくないしっていう方がいるとしたら、日焼け止め、これだけは絶対にやっていた方がいいと思います。私は専門家でもないし、
あのいろいろ勉強してる人でも何でもないですけど、日焼け止めは絶対に塗った方がいいっていうのは分かります。365日晴れていても曇っていてもどんな日でも日焼け止めは塗った方がいいと思うので、もし何もしていないっていう人はそこから始めてみるのがいいんじゃないかなと思います。では次ですね。次の美容は髪の毛ですね。ヘアサロンとか、皆さんどのぐらい行きますか？1年間の間でどのぐらいヘアサロンに行きますか？髪の毛を短く保っておきたい方は毎月行くっていう方もいると思うし、髪の毛をこうちょっと伸ばしていきたいっていう人はそんな頻繁には行かないっていう人もいるかと思います。で、これは本当に私の周りの人の話にはなるんですけど、結構ね、みんな2、3ヶ月に1回はヘアサロンに行ってるかなと思います。女性の友達なんですけど、みんな2、3ヶ月に1回ぐらい行って髪の毛を切ったり、トリートメントといってこうサラサラツヤツヤにするものがあるんですけど、それをしたり、あとは色を変えたり染めたりっていうことをしている人が多いかなと思います。で、私はちなみになんですけど、この髪の毛は地毛です。地毛っていうのは生まれ持った髪型っていうことで、今は染めてもないし、まあ、ちょっとカールしてるんですけど、この髪の毛が私が生まれ持った髪の毛です。なので何もしていないです。で、そうですね。ヘアサロンに2、3ヶ月に1回行くっていうのは多いと思いますか？少ないと思いますか？どうですかね？私の知っている限りはやっぱり髪の毛にもすごくこだわってるっていう人が多いです。ヘアサロンに行って髪の毛を変えたり切ったりっていうのもあるんですけど、結構最近多いのはどれだけツヤツヤサラサラうるうるピカピカみたいなそんな感じで保っておけるかっていうのに、そこに重点を置いている人が多いです。なのでトリートメントって言って髪の毛を保護したり栄養を与えたりっていうのがあるんですけど、そういうのを2、3ヶ月に1回やってるっていう友達とか知り合いが多いかなと思います。で、私はもう今染めてないし、最近は髪の毛を伸ばしていたので、最後に行ったのが、4、5ヶ月ぐらい前ですね。4、5ヶ月ぐらい前に美容院に行ったのが最後です。で、その時は髪の毛を少し切って、あとトリートメントって言って髪の毛を少し綺麗にサラサラになるようにしたのが最後ですね。で、まあ、美容院に行ってそうやって整えてもらうっていうのはもちろんあると思うんですけど、毎日のシャンプーとかコンディショナーとか、あとはドライヤーとかですね、とか家で使うヘアトリートメント、ヘアオイルっていうのもこだわっている人がすごく多い気がします。あとそういう商品もたくさんあります。日本のなんだろうな、スーパーとかドラッグストアに行くとそういうのがめちゃくちゃたくさん売ってあります。なので毎月とか2ヶ月に1回美容室に行くだけじゃなくて、日々の生活の中でこうすごくこだわっている人、時間をかけて丁寧に扱っている人っていうのが多い気がします。で、これ一つ外国人ってまとめていいかわからないですけど、ヨーロッパとかアメリカとか北米の人たちのSNS 動画でよく見るのが、髪の毛を毎日洗わないっていうの、そういう動画を見たことがあるんですけど、皆さんはどうですかね？髪の毛毎日洗いますか？私はね、365日毎日洗います。なんか洗わないと気持ち悪いし、夏とか特に痒くなってくるし、まあ、臭くなるじゃないですか。なので、100%毎日洗います。で、インスタとかこうやってスクロールしてたら、ヘアウォッシュデイみたいな、マイヘアウォッシュデイルーティンみたいな感じの動画が出てきて、髪の毛を洗う日のルーティン動画みたいな、そういうのが出てきて、まずそれでめちゃめちゃびっくりしました。で、その理由は、みたいな、ヘアウォッシュデイ何それって結構思いました、本気で。で、まあそれは結構昔の話なんですけど、びっくりしたのは、人によって毎日髪の毛を洗う人と毎日髪の毛を洗わない人がいるっていうのがすごく衝撃だったんですけど、皆さんはどうですかね？私が思うに日本人とか韓国、中国とかアジアの人って髪の毛が黒くてこう比較的太い髪の毛の人が多い気がします。あと日本は軟水っていう水なんですね。柔らかい水です。なので毎日髪の毛を洗っても
傷まないっていうのがあると思います。傷まないし、あとすごくこだわってるシャンプーとかトリートメントとかをしていたら、毎日髪の毛を洗ってもダメージが少なくね過ごせるっていうのがあると思うので、毎日風呂に入って毎日髪の毛を洗うって人が多いんじゃないかなと思います。でもですね、私がフランスに住んでいた時とか、動画で見る、SNS で見るものって、みんな髪の毛は毎日洗わないっていう人が結構いたのでね、ここは結構大きな違いかなと思います。私が見た動画は全部女性だったんですけど、男性の皆さんはどうですかね？毎日髪の毛洗いますか？毎日シャワーをするっていうのは普通だと思うんですけど、髪の毛はね、人によって違うのかなって思います。あともう一つ髪の毛の話なんですけど、ナイトキャップって知っていますか？こ帽子があるんですね。で、ナイトなので夜にかぶる帽子です。夜に寝る時にかぶる帽子があるんですけど、皆さんこれは知っていますか？で、この帽子、こうやって髪の毛をまとめて、帽子の中に全部入れて夜ね、かぶって寝るんですけど、その帽子をかぶる理由ですね。それは髪の毛が傷まないようにとか、傷つかないように、寝ている間に寝返りを打つと髪の毛が擦れて傷んでしまうっていうのがあるみたいです。なので、そういうことを防止するためにナイトキャップをかぶって寝るっていうのがあるんですけど、皆さんこれはやっていますか？または初めて聞いたよっていう方もいるかと思うんですけど、多分髪の毛が長い方はナイトキャップをかぶって寝ているという人も多いと思います。で、私はかぶっていないし持っていないんですけど、この前ヘアサロンに行って髪の毛を切ってもらってる時に会話するじゃないですか。で、その時に「ナイトキャップってかぶってますか？」って聞かれて「え、ナイトキャップ？いや、かぶってないです」って言ったら「え？」みたいな、結構びっくりされて「え、かぶってないんですか？絶対かぶった方がいいですよ。髪の毛も保護されるし、傷むのがね、ダメージが少なくなるんで」って言われて。で、美容師さんに言われるってことは、結構日本人の人はかぶってるのかな？それとも、みんなにおすすめしてることなのかなって思いました。で、なんかロフトとか東急ハンズって呼ばれるいろんな雑貨とかメイクとか、いろんなものが売ってるお店があるんですけど、そういうところに行くとナイトキャップとかも売ってるのでね、気になる人はぜひ調べてみてください。で、その美容室で自分たちでナイトキャップの商品があって、それを買ってほしくて宣伝してるみたいなのじゃなくて、もうシンプルに、あ、こういうのはした方がいいですよみたいな、感じでおすすめしてもらったので、そっから結構時間が経って、まだ買っても、ないんですけど、最近ちょっと買おうかなって思ったりもしています。それがナイトキャップでした。では次ですね。次はネイルの話をしていこうと思います。ネイルはね、私は見ての通り何もしていないんですよね。何もしていないんですけど、これは本当に私が友達に会う時ですね。みんなしています。みんな何かしらのジェルネイルっていうのをしています。で、もう本当に街行く人、もう絶対やらないといけないんですか？何かルールありますか？ってぐらいみんなやっています。私が出会う人の話なんですけど、みんなね、ネイルはしています。その髪の毛、ヘアサロンは、3ヶ月、4ヶ月に1回、半年に1回ぐらいしか行かないよっていう人でも、ネイルはね、毎月変えているっていう人が結構多いです。この私が今言ってるネイルなんですけど、ジェルネイルって言って、液体を塗って光を当てて、じゃあそれが固まるんですよね。で、カンカンカンって当てても痛くないというか、そのネイルが剥がれてこないように光を当てて固めます。で、そうすると1ヶ月ぐらいだいたい持つので、1ヶ月間ぐらい、綺麗なネイルを楽しめるっていうのがあるんですけど、これは本当にみんなやってる気がします。で、すごい長いネイルの人もいるし、ネイルの長さは自分の爪の長さだけど、キラキラさせていたり、すごい、なんて言うんですかね、デザインがこだわってる人みたいな方もいて、みんなユニークな、同じデザインっていうのはもうないんじゃないかなって思うぐらい、みんな自分の、好きなものをここで表現しているっていう人が多いです。で、皆さんはどうですかね？ネイルやっていますか？
今はやってなくても好きだよとかやったことがあるよっていう方もいるかと思います。あとは、仕事でね、仕事の都合上ネイルができない、してはダメっていう人もいるかと思うんですけど、こう形を整えたり表面を磨いたり、そういうケアをしているっていう人もいるかと思います。で、私はね、今全然やってないし、家でこう形を整えるぐらいなんですけど、やりたくなる理由はわかります。めちゃくちゃわかります。ネイルを1回でもやったことがある人はわかるんじゃないかなって思うんですけど、その理由はですね、爪に色がついていたり、可愛いデザインがされていると、毎日めちゃくちゃテンションが上がります。で、ネイルね、やったことがない人は、そんなことでテンション上がるかって思うかもしれないんですけど、テンション上がりますよね。自分の手って絶対毎日見るじゃないですか。で、その時に自分の好きな色とか好きなデザインとか好きなキャラクターが載っているとか、そういうのを見るだけでもうめちゃくちゃ毎日ハッピーになるぐらい、私はね、ネイルの効果ってすごいと思います。ネイルのおかげで毎日モチベーションが上がって日々を過ごせるっていう効果は本当にあると思います。なので毎月やるっていう方が多いんじゃないかなと思います。このネイルは自分でやることもできるので、自分で毎月家でやっているっていう人もいると思うし、多くはネイルサロンに行ってやってもらうっていう人が多いかなと思います。で、こういう先ほども言っているスキンケアの、商品をたくさん買うとか、毎月美容院に行くとか、あとはそのネイルを毎月買いに行くっていうのは決して安いお金ではないです。たくさん稼いでいたらいいんですけど、日本人のその平均年収とかを考えると、決して安いお金ではないんですね。それでもみんなやっぱり自分が一番綺麗な状態を保っておきたいっていう思いがある人が多いと思うので、毎月すごくいろんなものにこだわって、そこに時間もお金も惜しみなく使うっていう人が多いんじゃないかなと思います。ではですね、最後に私が毎月やっている美容なのかなこれは。美容っていうのがあるんですけど、それはまつげパーマです。まつげパーマって皆さん何かわかりますか？まつげっていうのはこの、目に生えている毛ですね。この目に生えている毛、これをまつげと言います。で、これをパーマする、パーマを当てるんですね。で、わからない方、何それって思う方もいると思うんですけど、私は特になんですけど、まつげがこう真下に生えています。真下に垂直に生えているので、メイクをするとき、こう上にギュッて上げたいのに、あまり上がらないことが多いんですね。で、その問題を解消するために、こうまつげにパーマをかけて、この状態をキープしておきます。そういうのを毎月やっています。で、髪の毛をね、くるくるにしたくてパーマを当てるっていう人もいると思うんですけど、私はこのまつげにね、パーマを当てています。で、パーマじゃなくて、偽物のフェイクのまつげをこう一本一本つけるっていうまつげエクステ、まつエクっていうのもあるんですけど、それは私はやっていないですね。そっちの方がもっと目力が上がる感じはあるんですけど、私はね、ちょっとやりすぎ感があるなと思ったので、まつエクはやっていなくて、まつげパーマっていうのを毎月やっています。このまつげパーマとかまつエクっていうのも流行りとかもあると思うんですけど、もう私はね、結構ずっとやっています。もう何年も何年もずっとやっています。で、私の周りの友達もですね、まつげエクステを、偽物のまつげを目にたくさんつけるっていう人よりかは、パーマをかけて自然にナチュラルに見せたいっていう人が多いと思います。スキンケアと、ヘアサロン、髪の毛とネイルとまつげパーマっていう美容を今回は話してみたんですけど、皆さんが普段こだわっている美容とか、毎月やっている、定期的にやっている美容などありますか？今は簡単にできるものを紹介してみたんですけど、例えばエステでね、マッサージをしてもらうとか、顔の汚れを毛穴洗浄とかって言って、顔の汚れを取ってもらうとか、なんかいろいろ注射したり手術したりっていうのもあると思うんですけど、今回はね、みんなが簡単にできる、多くの人がやっている美容っていうことで、スキンケアと、あとはヘアサロン、髪の毛の手入れとネイルとまつげ、パーマについてお話ししてみました。
今回は美容の話ということで、興味がある人興味がない人はっきり分かれるテーマになったかなとは思うんですけど、もしね皆さんがこだわっている美容などもあればぜひコメント欄で教えてほしいし、美容は一切興味ないけど日本語を学ぼうっていう思いでここまで聞いてくれた方がいたらもう本当にありがとうございます。やっぱり女性の方が美容に興味があるっていう方が多いので、日本人のね女性の友達ができたり、またはオンラインでね先生と話す時でもこういう美容の話ができたら、そういうのも知ってるっていう感じでいろんな話題が話せるようになるかなと思います。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。この動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこれからもこのポッドキャストを聞き続けたいから応援したい、サポートしたいと思ってくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。またすでに参加してくださった方々本当にありがとうございます。皆様のサポートのおかげでこうやって続けることができているので本当にありがとうございます。では今回はここまでにしたいと思います。最後までここまで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん良い一日をお過ごしください。それでは。